本日はですね、前回のナムコに続いて、X68000 で発売されていた、コナミのゲームを紹介しようと思うぜ。やっとか。ナムコのゲームは主に電波新聞社が、移植と販売を行っていたのですが、コナミのゲームは、開発と販売ともに、同社が行っているものと、開発、SPS、販売シャープのタイトルが存在します。ウプ主が数えたところ、全部で12タイトル存在しましたが、抜けなどがありましたら、お許しください。では、駆け足で発売日順に紹介したいと思います。発売順ですよ。それではまたかよ。ゲームの波は、コナミから。今日は、秋葉原のオタク兄さん、100人に聞いた。X68000 の好きなコナミのゲームランキングだよ。ナンバー12。グラディウス。グラディウスは、1987年、X68000 の登場時に本体に付属していました。当時、グラディウスを完全な形で移植できる PC やコンソール機は存在せず、X68000 は登場時にいきなり完全に近い形のグラディウスが同梱され、脚光を浴びました。細かな敵のアルゴリズムなどの違いはあるものの、X68000 の魅力をアピールするには十分な移植でした。グラディウスは初期型の X68000 のみの付属品ですが、初期型以外でも保守パーツとしてシャープのサービスセンターから購入することもできました。ナンバー11。ツインビー。ツインビーは2人同時プレイが可能なシューティングゲームで、雲の中に隠れているベルを撃ち、ヒット回数によってベルの色を変化させながらパワーアップするシステムや、地上攻撃用の手を失った場合、救急車が現れて修理してもらえるなど、ユニークなアイデアで当時大ヒットしました。X68000 版ツインビーはアーケードの移植となっていますが、移植度についてはコメントを控えさせていただきます。ナンバー10。サラマンダー。X68000 版サラマンダーはアーケードに忠実な移植との高い評価を得ています。SPS の開発陣がかなり力を入れて移植したらしく、ステージ4のブルーボールなどもアーケードと同じ安全地帯が通用します。また 10MHz では一部処理落ちする場面などもありますが、後に発売された 16MHz のエクシブでは処理落ちすることなくプレイすることができます。余談ですが、ウプ主のようなヘタレプレイヤーは逆に好んで 10MHz でプレイします。ナンバー9。エージャックス。エージャックスはアーケードの移植でスクロール型シューティングに一部 3D ステージを取り入れたゲームシステムで、当時流行りだった回転拡大縮小機能をふんだんに使っている。X68000 には当然回転拡大縮小機能はハードウェアには実装されておらず、すべてソフトウェアで処理されている。故に動作クロック 10MHz では処理が重く、場面によっては 16MHz でも処理が重く感じるかもしれない。最後に X68000 版 AJAX はステージの切り替わり時のロード時間が30秒以上かかることを付け加えておく。ナンバー8。キューブランナー。キューブランナーはアーケードゲームのキューブリックの移植で、15パズルにアクション要素を加えたようなゲーム。ルールはパネルをスライドさせ、レールをつなげてすべてのレールにボールを通過させることでステージクリアとなる。X68000 版ではアーケード版の実践モードとセーブしながらじっくり遊べる登録モードが用意されている。
ナンバー7、クオース。クオースもアーケードの移植版で少し変わったアクションパズルゲーム。左右のレバーとボタン一つのシンプル操作で画面前方から迫るテトリスのようなブロックを四角形にして消していくというルール。組み合わされたブロックも一塊で四角形になっていれば消すことができるよ。ナンバー6、パロディウスだ。今では多くの機種に移植されている作品。タイトルからお分かりの通り、グラディウスをパロディにしたシューティングゲーム。X68000 版はおそらく最初のアーケードの完全移植版。よくテレビ番組のお色気シーンなどで使われている効果音はこのゲームが元祖で、シリーズのものがよく使われている。ナンバー5、生中継68。生中継68は X68000 オリジナルの野球ゲーム。当時としては珍しいリアルなグラフィックの野球ゲームで、 PCM サンプリングによる音声でのカウントなど斬新な野球ゲームだった。今では当たり前になっているパワプロのゲームシステムの元祖で、 X68000 ユーザーの心をわしづかみにし PC ゲーム業界をもざわつかせた。ナンバー4、出たなツインビー。出たなツインビーはツインビーの続編で、グラフィックが大幅にパワーアップし、新たにダメ打ちなどができるようになった。こちらもアーケードに忠実な移植で、エスケープキーで一時停止し、ファンクション3を押せば縦長のアーケードのようなアスペクト比で遊ぶことができる。またツインビーが加わり、一人プレイでも合体によるパワーアップなどができるようになった。前作同様、2人同時プレイも健在ですが、友達の少ないウプ主は未だ一度も経験したことがありません。ナンバー3、グラディウス2、ゴーファーの野望。ご存知、アーケード版グラディウス2の移植で、アーケード版のハードウェアは CPU に MC68000 が2個搭載されている。当然 X68000 は1つしか搭載していないにもかかわらず、よくここまで再現したと称賛したくなる出来でした。アーケード版をやり込んだプレイヤーからは、アーケード版の攻略法が通用しないなどの声もあるようです。また X68000 版ではオプションで海外版のバルカンベンチャーに切り替えることで、日本版にはないゲームオーバー時のコンティニューができるようになります。あとシリーズでオプションハンターが登場するようになったのは本作からで、 X68000 版ではオプションハンターの出現アルゴリズムがアーケードと違うとの声もあるようです。いずれもアーケードとのアルゴリズムの差であって、 X68000 版がオリジナルと言っても過言ではないほどの出来でした。ナンバー2、悪魔城ドラキュラ。ドラキュラはファミコンのディスクシステム版のリメイク作品ですが、いい意味で新規のオリジナルゲームと言った方がいいほど力の入った作品でした。ウプ主の知り合いの中には、このゲームを遊びたいがためだけに X68000 を購入した人がいるほどでした。X68000 が成熟した後期に発売された作品なので、まるでプログラミングテクニックの見本市的な演出が数多く見受けられ、見ているだけでも楽しめる内容になっていました。
映像だけではなく、サンプリング音声による演出なども、当時はドキッとさせられました。難易度の方もバランスよく調整されており、理不尽な難しさではなく、ヘタレプレイヤーのウプ主でも頑張ればなんとかなるくらいの難易度でした。特にアイテムの薬草を手に入れて手放さないようにすれば全てゴリ押しでクリアできます。ナンバー1、ネメシス90回。ネメシス90回は MSX 版グラディウス2のリメイク移植作品で、システムなどは一部変更され、グラフィックなどは X68000 に合わせて大幅にパワーアップされている。また MSX 版ではオプションが2個までだったが、本作では4個まで付けられる。当然だがスクロールも滑らかになっている。ここまでの解説と映像の美しさだけを見ると良作に感じるかもしれない。これはウプ主の感想だが、オプションを4個つけた時の異常な敵の攻撃の激しさ、知らないと絶対に死ぬギミック、いや知っていても突破が困難な箇所がいくつか存在する。また死んだ場所によっては復活不可能であろう箇所も存在する。以上の理由でウプ主は未だにクリアできていません。以上 X68000 で発売されたコナミの作品でした。はい、というわけでですね。ランクじゃない王国、いかがでしたか？パクリ王国な。人聞きの悪いこと言ってんじゃねえぞ。フォトショップで一から書いたんだぞ。そういうことではないんだよな。もういいわ。今日は、これでおしまいだぜ。最後まで見てくれて、ありがとうだぜ。ありがとう、またね。